すごいいろんなこと聞けたけど、結構衝撃なこと多かったかも。で、サワディーカーっていうタイの挨拶をいつもしてまして一緒にしていただいてもいいですか？逆にタンザニアの挨拶ってあるんですか？あります。ジャンボとか。ジャンボジャンボだけですか？ジャンボって言われたらポワって答えです。じゃあせーの、ジャンボ。チューズマ丸ごとインタビュー、世界のチューズマ比べてみたら。今回の企画ですが、各国のチューズマさんの生活事情や心境をシェアして、国ごとの違いを勉強したり、特有の悩みを共有することなどで、お互い切磋琢磨できる関係になることを目指しております。第2回目にご出演いただくチューズマさんがお住まいなのは、日本ではキリマンジャロコーヒーなどが有名なタンザニア、東アフリカに位置している日本の約3倍ほどの面積の国となっております。今回のゲストはタンザニアチューズマ歴3ヶ月のリナさん。駐在前は国際線 CA や人材系営業職としてバリバリ働かれており、現在インスタグラムや YouTube でタンザニア情報を発信されています。それでは対談をご覧ください。どうぞ。じゃあ太鼓のタッキーです。ゆうです。まなみです。で、今日はタンザニアチューズマのリナさんに来ていただいてます。お願いします。タンザニアに今駐在されていると思うんですけれども、行くのに抵抗はなかったですか？ありましたね。やっぱりアフリカ行ったことないのでちょっと怖かったんですけど、はい、主人が先に渡航して、でその後に私も遊びに1週間だけ行ったんですよ。でその時に意外とタンザニアって大丈夫だなっていうふうに思って、タンザニアはまだ治安がいい方みたいです。タンザニアに住んでみて好きなところはどこですか？結構カフェがおしゃれで、コーヒーの産地なので、はい、結構コーヒーが美味しいんですよ。やっぱ日本の頑張ってドリップしてるコーヒーがさらっと普通のカフェで出てくるみたいな、すごいなんかこだわってるコーヒーが250円ぐらい飲みたいとか、そういうところはすごい好きです。逆に不便なところ、改善してほしいところってありますか？いっぱいあるんですけど、一番は道路ですね。道路がボコボコで、ずっとジェットコースター乗ってるみたいな道もあるんですよ。舗装されてなくて、なんかバンプ、スピードすごいみんな出すので、はい、止めるためにバンプが、道路にポンってバンプがあって、はい、そのバンプが高すぎると車がすごい揺れるんですよ。あと気づかないでそのまま突進すると車本気でバウンドするみたいな。車以外の交通手段は何かありますか？とよく見るのはバスとバイク。バスは日本人は多分乗らないと思います。ボロッボロのバスの中に詰め込みの山手線のラッシュ時ぐらいのタンザニア人がなんかいっぱい入ってて、それがもうすごいスピードでバーッと走ってっていうバスは見かけます。でもそれ以外電車もないし、じゃあもう基本車しか使わないというような感じですか？そうですね、車ですね。タンザニアの中の都市っていうのはどちらになるんですかね、お住まいなのは。ダルエスサラームっていうところで。日中は一人で出歩けたりしますか？出歩けない。一人で歩くと危険なので、実際なんか欧米人の方とかジョギングとかしてるんですけど、刃物持った人にすられたりしたみたいで、基本は歩くので、車で全部移動して。その他にも治安で気をつけてることってありますか？こじまり、でもどこもそうだと思うんですけど、すごいセキュリティのいいマンションではあるけど、寝るときとか出かけるときは絶対全部ドアロックされてること気にするし、スーパーはいいけど出て駐車場まで行くときとかもちょっと怖いなって思いながら、モリジロジロ見てすられないようにバッグを前に持ったりとかして。インターネットはこの前も停電とかがあったんですけど、つながりやすいのはつながりやすいですか？支障はないんですけど、やっぱりたまになんかすごい遅かったりとかするので、抜き差ししたりとか、そこまでなんか想像されるほどは不便ではない
けど、確かに停電するときとか、こういうでも夫の会議とかしてるときに急に停電して、でブチって切れちゃって、でまたつなぎなしすいません、さっきのネットの調子がみたいなことを言ってるのよ。コロナのところなんですけど、現在のそのタンザニアの感染者状況ってどんな感じなんですかね。なんかすごいあれなんですけど、政府がコロナを認めてないみたいで。そうです。この国にはコロナがないっていうふうに言ってたらしいんですよ、大統領が。なので、そのデータとかもないらしくて、取ってないみたいなんです。なんかその何人感染者がいると。なのでわからないんですけど、まあ、いるとは思います。絶対に。すごい。言ってないだけ。だからみんなマスクしてないのが普通で、私がマスクして街中に行くと、何コロナ怖いのみたいな聞かれたりとか。じゃあ一応予防はどんなこともうマスクしてるって感じですか？して手洗いうがいして密なところには行かないようにしたり、でも外食する時もオープンスペースの外で食べて、中であんまり食べないで外で食べるぐらいですかね。じゃあコロナに関してその何か規制っていうのは何にもないような感じですか？ないです何にもないです。だからもう今ここにいると感覚が麻痺しちゃって。入国する際には隔離とかはありましたか？ないですすごいな。全くないですもう全然普通にいいよみたいな。検温だけされました。一応検温だけされて、あとは何にも書くようもないし。はい。病院のところなんですけど、日本語の通訳さんとかっていらっしゃるんですかね？話してるといないから、夫の会社のその健康管理の方に通訳してもらうとか、多分そういうことの専属とかそういうの全然いない。英語、基本英語で。日本食材とかって売ってるんですかね？でなくて、たまにそのスーパーのコーナーみたいなのに日本食のコーナーみたいなのが多分輸入したのかわかんないんですけど、高い値段で置いてあって、それはほぼすぐなくなって。日本食の外食のお店とかはあるんですかね？ないんですよ。一軒もないんです。韓国料理屋さんはいっぱいあるんですけど、中華料理とか日本料理は一個もなくて、誰も進出してない。同じ土地に日本人って他にも多くいらっしゃるんですかね？あんまりないですね。リーナさんと同じような駐在妻さんっていうのはちょっとぐらいはいらっしゃいますか？いるんですけど、結構みんな帰っちゃったりとか、私ともう2人ぐらいしかいないかもしれない。その方たちとはこう会うことは結構頻繁にありますか？他の駐在。いや、会ってなくて、たまになんかこう会うことはあるんですけど、全然なんか頻繁にランチしたりとかお茶したりとかしたことない。逆にじゃあ現地のお友達とかってできはりましたか？ドライバーさんとお手伝いさんがいて、その2人とは結構友達じゃないですけど、仲良くなんかこう現地に友達がいるとかではない、作りたいですけど、まだ3ヶ月でねいらっしゃるので。そうですね。なんか習い事とかしたらできるのかも。普段の過ごし方のところなんですけど、ルーティーンってこうどういう感じに なられてますか？そうですね。でも大体午前中は夫を平日送り出したら、なんか結構ヨガしたりとか、なんか朝起きると本当に体がカチカチで、だからなんかヨガして自分のお昼ご飯作ったり、買い物にちょっと運転手さん連れて行ったりとか、あとでも結構ずっとご飯作ってる気がする。なんか帰って夕飯作んなきゃとか。そうですね。現地語ってスワヒリ語になるのかなと思うんですけど、どのようにこう勉強とかされてますか？オンラインレッスンみたいなのにちょっと参加して学んだりしてます。離れた方とかでも構わないんですけど、タンザニアで出産とか子育てされている日本人の方っていらっしゃいますか？出産は日本ですると思うんですけど、子育ては皆さんお子さん、ほとんど私以外お子さんがいらっしゃる方ばっかりだったんですよ、前は。すごいいろんなこと聞けたけど、結構衝撃なこと多かったかも。
どれが例えばどれですか？でもやっぱ結構なんかもう麻痺ってきちゃって。コロナがやっぱ衝撃かな。コロナがないってやばくない？びっくりした。やばいですよ。みんな結構日本人引いてますよ。国内旅行とか、近隣国含め旅行とか行けるんですか？もうダメです。ダルエスサラム市内市外に出ちゃいけないので、ただ国が言ってるわけじゃなくて夫の会社が言ってるだけで、国は別に全然いいよ。なんか沢広の先生もこの前ケニア行ってきたわって言ってたので、国も超えれるんだ。全然超えていいみたいな。すごい。私タイに来て、4ヶ月目でちょっと、たまにホームシックだなって感じることがあるんですけど、ホームシックとかありますか？ありますね。最初はなかったんですけど、やっぱ最近やっぱりこう虫が立て続けに出たっていうか、やっぱ遭遇率が高くなって、でしかもなんか日本の虫とちょっと違うじゃないですか。暑い国の虫って、なんか全体的に大きくないですか？大量大きいし、だから大量がなんか日本に大量発生するのとなんかちょっとレベルが違うぐらいで、なんかそういう不便なところにぶち当たると、日本に帰りたいなってなっちゃう。雨を大量に降るとクンビっていう虫が発生するんですけど、私去年遊びに行った時に空港に到着して空港から出て、で暗かったんですよ、夜で。でそのクンビって虫が光に集まるらしいんですよ。で上だけにライトが空港であって、で多分私の中で大げさなんですけど1万匹ぐらい体感いて、それがやばい。これがやばい。見つかってくるんですよ、普通に私。恐怖。でも発狂して、そして現地の人がパッて掴んで、これ食べられるよ、食わないから大丈夫ですって言われて、そういう問題じゃないんだけど。食べられるか聞いてない。タイではなんかデリバリーフードが発達してて、これは日本に持って帰りたいなって思うぐらいいいサービスなんですけど、逆にタンザニアでこう日本に持って帰りたいぐらいいいサービスとかいいものとかありますか？難しい質問。でも同じくデリバリーはこちらも結構良くて、なんかメニューに絶対ビーガンとかグルテンフリーとか表記があるし、絶対じゃないんですけど、そのカフェとかおしゃれなところ行くともう割と8割ぐらいそのグルテンフリーとかビーガンとかメニューがあるし、ちゃんとマークもついてるし、そういう細かい健康意識みたいなのは日本も取り入れた方がいいんじゃないかな。すごいいいですね。いいな。その実際タンザニアに行くっていう風に旦那さんがなった時に、お仕事を辞めてついていくっていうのは迷ったりはしなかったんですか？迷いました。すごい迷ったし、私その時は CA 辞めてて、その人材系の営業をやってたんですけど、まだ辞めたのも9ヶ月目ぐらいで、だからこれからなんか結構楽しくなるぐらいの研修も終わって、だんだんこう慣れてきてチームとかで働いて、これからだねって時に辞めたので、結構葛藤はしたんですけど、結局辞めることにしたんですけど、迷いました。その決め手みたいなのはやっぱり旦那さんと一緒に。前まではなんとかなるかなって思ってたんですけど、共働きで離れてただなんか本当に孤独だったんですよね。旦那が行ってから一人で働いて帰ってきてまた行って、で土日もなんか友達とか家族とかも会うけど、結局なんか帰ったら一人じゃないですか。一人の時間が明らかに長いので、だからそうなるとちょっとなんか私も精神的にきつくて、なんか旦那もちょっとなんかやっぱり一人でアフリカに来てきついだったみたいなので、お互いちょっといろいろ話し合って、やっぱりじゃあやめてついていこうって言います。皆さんどうですか？私最初タイって聞いて、タイ行ったことなかったし、ってなったけど、でもやっぱいろいろ調べてみるとタイ楽しそうやなってなってきて、どんどんタイ楽しみってなったけど、やっぱりアフリカとタイじゃ全然違うだろうなって思っちゃう。やっぱ日本人はタイめちゃくちゃ多いし、住みやすい国って言われてるから、私がもしアフリカって言われたらすごく悩むと思う。だからめっちゃ勇気のある決断をされたんやなって、すごいなって思った。ありがたい。
聞いてもいいですか？はい。こっちにタイマッサージ屋さんがあるんですよ。へーで、たまに夫と、そうなんですよ、夫と行ってて、かなり好きで、60分で4000円ぐらいするんですよ、やっぱり。おー、高い。はい。タイだといくらなんですか？タイマッサージだったら1時間、私が住んでるエリアは750円ですね。いや200バーツ。うん、そうだね。本帰国されてから次はこんな仕事したいとかなんか考えてますか？ヨガのインストラクターとかは私ずっとヨガやってて、でもなんか別に仕事にしたいとか思ってないんですけど、一応なんか何かこう役立つかなと思ってインストラクターとかと思って、でもまだ全然そういうなんか資格取りたいなっていうのもあるんですけど、こういう業界に行くのは全然まだ。でも帰国したら何かしらはお仕事したいっていう気持ちは今もあるんですね。あります。ただなんか前みたいにこうすごい頑張ってバリバリ働きたいっていうよりは、結構こっちに来てから外国の方の働き方とかカフェとかでもなんか働いてる人とかしてる人とかちょっとちらっと見てるんですけど、やっぱりなんか日本人みたいにずっと頑張らなきゃみたいな感じじゃなくて、結構ラフな感じで働いてるのがすごい羨ましいなって思って、それすごい思う。ね。なんか逆になんか日本人の朝礼とかなんかあの感じなんか定時で帰るとちょっとあの感じがちょっと前から苦手っていうか嫌で、でもなんかこっち来てからやっぱりいいなみたいな、そういう自由なカフェでじゃあ空いてる時間はパソコンでバタバタやったりとか普通にしてるので、そういう働き方したいなっていうふうに思って。めっちゃわかる。わかる。嬉しい。考え方も変わってきますよね、自分の仕事に対しての。はい。かっちりしなくていいんやなっていう。答え概念外れるよね、なんか。悩んだけどやっぱりタンザニアに行ってどうですか？良かったなって思いますか？良かったです。今のところですけど、良かったなって思います。はい。こういう風になんかね、つながってたりとかするのが。私人と話してなかったので、結構楽しかった。すごい楽しかった。ありがとうございます。嬉しい。ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。お願いします。タイにもマッサージしに来てください。行きたいです。本当にタイはでもリアルにコロナ終わったらもう行きたい国のリスト上位。なんかこれだけはタンザニアに持ってきた方がいいよとかアドバイス今後タンザニアに行かれる方に向けてあればいただきたいなと思います。ゴキブリホイホイとアリのストロー。基本虫関連。持ってきた方がいい。でもアリが本当に大量に寄ってきて、それにアリのストロー。餌なんか毒の餌持って巣に帰ってその巣で死ぬらしいんですけど、本当にすごい量のアリが餌持ってったんですよ。そしたら本当にピタッていなくなったので、殺虫剤とかこっちにも強いのが売ってるので多分大丈夫。とにかく虫に注意っていう感じですね。虫が怖い。あと蚊よけスプレー絶対持ってきた方がいい。売ってないんですか？売ってるんですけど、私は匂いがきつくて、肌が結構弱いので匂いきついのと強いっていうの私は自分で持ってきた。食べ物とかじゃないですね。食べ物もでもなんか食べ物と虫って言われたら虫は私は取ります。確かに。相当なんだ。メモ。メモ。タンザニア行く人。ゴキブリホイホイ絶対持ってこって。でもこういう機会でもないと私たちタンザニアがどこかすら分からへんかったから。まさかこうやってタンザニアにいる方とつながるなんてね。すごい。嬉しい。すごい時代やわ。はい、じゃあ、今回は、タンザニアチューズマのリナさんに来ていただきました。リナさんは YouTube も発信されてますし、Instagram の方もされてますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひお願いいたします。はい、では今回の動画いいと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、皆さんまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。本日の動画はいかがだったでしょうか？タンザニアの生活やコロナの状況など
興味深いお話を伺うことができました。中妻丸ごとインタビュー、世界の中妻比べてみたら、次回の企画はニューヨーク駐在のなんとご夫婦での出演を予定しております。それではグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。頑張ってください、インスタも。